はい、どうもってねんです。本日なんですけども、もうだいぶ春っぽくなってきましたね。花粉も飛び始めたし、今結構スーパーに山菜というか、春野菜とか並んできてると思うんですよ。で、それ見てたら、うわ、天ぷらにしたいなと思いまして、名付けて天ぷら盛り合わせ春バージョンを作っていこうかなと。で、ちょっと最近、外食に行きまして、そこでね、天ぷらをいただいたんですよ。そしたらその天ぷらがまあ美味しくて、衣がほんとサックサクで。で、食べ終わった後に、店長さんとご飯行かせてもらって、天ぷら粉ってどうやって作ってるんですかって話になったんですよ。もろもろ聞いてたら、どうやらここにちらっと見えてるこの天ぷら粉の力が結構大きいらしいんですよ。で、なんと今回ね、そちらのお店の店長さんからこちらの天ぷら粉を1キロ分いただきまして、こちらを使って揚げていこうかなと。これの正体に関しては多分ね、調理編の3分の2以降、そこら辺で多分出てくるかと思います。っていうわけで早速本日も作っていきましょう。では作っていきましょうか。で、今回なんですけど、エビフライの時の動画と同じように、ここで下準備だけ終わらして、で、いつもの長いテーブルの上でその場で揚げながら食べるっていう、そういった感じで参ります。やっぱ天ぷらはね、揚げたてやないとね。そんならば本日も張り切って参りましょう。それではまずは今回の天ぷらのネタたちを、せーの。なんだかいっぱいごちゃっとしてるんですけど、とりあえず海鮮部門からは、こちらが中トロと、これがむきガキ。ね、普通、アナゴとかエビですけど、マグロでやっても美味しいんじゃないかなということで今回中トロをご用意しました。で、これに関してはもうすぐ冷蔵庫に戻したいので、とりあえずこれのご紹介は終わり。で、残りのこれらのまず上半分。こちらが春メンバー。こちらから菜の花、つぼみ菜、タラの芽、アスパラ、ホワイトアスパラ、ウド、ウルイ。もうザ・春っていう感じですよね。で、正直に言うと、僕今回これが食べたくて、タラの芽。もう今回これが食べたいがためにこの動画を撮影してます。もうタラの芽大好きなんですよ、僕。では一応これで春メンバーのご紹介は終わり。で、続いてが定番メンバー。こちらから甘長唐辛子、ナス、花っこり、舞茸。甘長唐辛子が、簡単に言えばお化けししとう。これは天ぷらというよりかはもう素揚げにする感じかな。で、今回のおナスはベイナスと千両ナスの2種類。で、この花っこり、ざっくりと言うと、ブロッコリーの細いの。舞茸は説明不要。で、あともう一個、これ。フィリピン産のカルダバっていう料理用のバナナ。そしたらまずは一瞬でパパッと終わるこっちのレギュラーメニュー、こっちから参ります。と思ったんですけど、まず最初に、今回一緒に添える大根おろしをもう仕込んどこうかな。そしたらまずは大根の皮を剥いて、なんだっけ、確かこれがねじり剥きっていう剥き方。普段だったら皮ごと使っちゃうんですけど、やっぱ山菜の天ぷらって香りが大事だったりすると思うんで、ちょっと香りが強すぎる皮を外そうかなと思って。で、この皮は食べやすいサイズに切っときましょう。あとは普通にこれをおろして、水気を切れば、はい、大根おろし完成。では気を取り直してまたレギュラーメニューから始めます。ではまずこちらの甘長唐辛子はもうこのまんまでもいいっちゃいいんですけど、ここの茎っていうのかヘタというのか、ここがちょっと硬いので、もう手でポキッと折ってもらって、あとはここに破裂防止の穴だけ開けてあげて、でこれ竹串とか、僕は深爪しすぎても爪ないんですけど、もし爪がある方やったらこれをペキャッとしてもらっても大丈夫かと思います。以上、これにてお化けししとうというか甘長唐辛子の仕込み終わり。で、続いておナス。ちょっと見づらいですけど、ここのヘタというのかガクというのか、ここのとこに包丁をツーッと入れてあげて、あとは指でペリペリっと可愛いおかっぱヘアになりましたら、まずはこれを縦半分に、あとは細かく切り込みを入れていって、
これで末広ナスの完成。そしたら切ったものからすぐにお水にさらして、そうやな、2、3分ぐらいかな、ちょっとアクを抜きます。どうしてもね、変色しちゃうんでね。で、ここで1個ポイントとして、今回僕よりボリューミーになるように、こっち向きに末広ナスにしてあるんですけど、ナスって繊維こっち向きに走ってるので、縦方向だと食べる時に繊維がね、口に当たっちゃうんですよ。だから食べやすい飾り切りとしては、横方向のこっち向きに、こういった感じの末広ナスにした方が多分トロッとした食感になるかなと思います。まあ僕は今日こっちでいきますけどね。これもやっちゃおう。この切り方でいこう。もう間違いなく火通りにくいと思うけど、一応これ2段構造になってて、下にもぎっしりとナスが詰まってます。なんでこんなにいっぱいナスがあるのかというと、実は僕が一番好きな天ぷらのネタがこのナスなんですね。まあここはタラの芽であるべきだったんでしょうけど、でも僕はこのナスが一番好きなんですね。そしたらこちらの花っこりは切り口の変色しちゃってる部分、ここだけを落としてあげて OK。一度水洗いしてあげた後にね、前だけは食べやすいサイズに裂いてあげるだけ。したら最後これお料理用のバナナ、ちょっと楽しみ。いや、パッと見普通のバナナ。うわ、これよう熟しとうな。んでこれ匂いはね、もう普通のバナナ。じゃあこれどう切ろうかな。繊維に沿ってこう切ってみようかな。柔らかそうやし。なんか中につぶつぶの種がある。これが普通？とりあえずこれで揚げてみましょう。で、ちょっと一部傷んでたんで、そこだけは外してます。てかね、今この段階でちょっと食べてみたいんですよね、これ。料理用のバナナってどんな感じなの？待って、これ普通にうまいんだが、料理用っていうか普通にフルーツのバナナ。いや、かなり甘いよ。普通のバナナと比べるとちょっと繊維を感じるかなーっていうぐらい。いや、普通に美味しいわ。やっぱバナナは偉大だ。以上、これにて定番ネタの下準備終了。で、舞茸ほぐした時のポロポロっと出てくるこれはまた後ほど。そうしましたら、いよいよここからは春の山菜に参りましょうか。じゃあまずはすぐ終わる菜の花から。先ほどの花っこりと同様にさっと水で洗ったら変色してる切り口だけ落として、これで準備 OK。 したら続いてつぼみ菜。なんかこれ福岡やとつぼみ菜って言うんですけど、なんか地域によっちゃ子持ち高菜とか、あと宿来って言ったりするらしいですね。一応今回はつぼみ菜っていう言い方に統一します。ちょっと色が変わってるとこはそぎ落として、で半分に切って、今回こういった形で揚げていこうかな。色が変わってるとこを落として半分にカットして、これだけで OK。 そしたら最後、今回のメインディッシュ、タラの芽で、この処理の仕方結構いろんな順番があるんですけど、こうやって見た時にポコってなってるここ、僕の場合はここの境目って言ったらいいのかな、ここの節っぽいところ、まずはここで落として、もうここもはや木なのでちょっと硬いんですよね。そしたら周りの茶色いとこはもう手でパキパキっと取れるので、まず取って、で次にこの茶色いのが噛んでる袴だっけ、額だっけ、確か袴、ここも手でピリピリっと剥がれるので、もういかにも美味しそうなこの状態にして、で最後下のこの硬いところをそぎ落とす。僕はいつもだいたいこういう感じ。1個伝え忘れてた。もしちょっと大きいなと思ったら、こっちの太いところに1本切り込み入れておくと火の通りがね早くなるかなと思います。
それでは続いてアスパラとかウドとかウルイとか、ここら辺に行きましょうか。まずアスパラから行こうかな。そしたらまずこのグリーンアスパラは穂先と反対側の根元というか下というのか、ここのとこをポキッと折って、ちょっとここは硬いので食べるとしたらバター醤油炒めとかそういう感じかな。でこの茶色い三角形の袴とか、あとちょっと繊維を感じる半分から下くらいのここら辺の皮とか、ここを取る派と取らない派で結構分かれると思うんですけど、今日そこそこ立派なアスパラなので今日は取ろうかな。だいたいこの半分から下ら辺をピーラーでピーッと。でこの時あんまり力を入れてガッてやっちゃうと皮が大きくめくれて、せっかくのこの美味しいアスパラガスのジュースというかこの中の水分、これが出てきちゃうので、なおかつこの水分が出ちゃうと天ぷら揚げた時に衣がしなっとしちゃうんですよね。なのであくまでこう優しく撫でるようにしてうっすらと皮を剥いてもらった方がいいのかなと思います。そしたら続いてホワイトアスパラで、こっちのホワイトアスパラは皮が硬いんで、もう穂先の下から皮をビーッと全体ぐるっと皮が剥ければこれで準備 OK。 それでは続いてこちらのうど、これに包丁を入れる前にまずしなくちゃいけないのが酢水の準備。このうど結構アクが強くて、この中に含まれてるタンニンが包丁で切るとそこから酸化して黒くなっちゃうんですよね。なので変色しないように酢水の準備で、このうどこの1本からこの中心の白いぶっとい茎と、あとこの小脇に生えてるこういったところと、であと穂先、この3種類が取れるんですけど、大体この穂先は結構みんな天ぷらにするんですけど、あとこの小脇のやつとかこの中心のぶっといやつってからし酢味噌和えとかそういったことに使うことが多分一番メジャーやと思うんですよ。だけど今回はこれ全部天ぷらできます。じゃあまずこの小脇のところをペキャッと折って、こっちの方もペキャッと折って、で穂先、ここは半分に1回割ろうかな。これで天ぷらにします。で中心の白いところ、これ全部一気にここからビーッと皮剥いていってもいいんですけど、今回はこの節でまず一旦落として、この状態にしてから皮剥いていきます。でうどこうやって見ると大根みたいに内側にもう1個円があるんですよ。で円の中心を柔らかくて美味しいので、皮をちょっと厚めに剥いて、あとは適度な厚みにスライスしてあげて酢水にポイ。でもこの皮とかは適当な大きさに刻んで、例えばきんぴらにしても美味しいし、お味噌汁の具とか。でも今回はバター醤油炒めにしよう。そしたらあとは酢水から揚げて、これで準備完了。でこちらのうるい、これも天ぷらにしようと思ってたんですけど、よう考えたらずっと天ぷらって多分くどくなるなと思って、油がちょっとこちら箸休めというか小鉢的なものにしようかなと思います。ということでまずはたっぷりのお湯を沸かしまして、まずは茎を落として、だいたい5秒ぐらいしたらしんなりしてくるんで葉っぱも落として、葉っぱの色が鮮やかになったらもう OK。 これをざるにとって熱が入りすぎないようにパーッと仰いで、あとはこれを食べやすいようにだいたい3等分ぐらいに刻んであげたら、お皿に盛り付けて、ここで登場するのがこちら。以前の生春巻きの動画で作った激濃厚ごまだれ。ただ今回のこちらのうるい、からし酢味噌和えが美味しいようにお酢とすごい相性がいいので、このごまだれを、これが2に対して1ぐらいのお酢、これで伸ばしてあげて、こういう感じにして、俗に和食でいうリキューズってやつ、これで豚の冷しゃぶとかめっちゃ美味しいですからね。これを食べる直前にバッとかけてリキューズ和えにしていただきます。なので一度こちらは冷蔵庫で待機。そうしましたらここからはお待ちかねの魚介類関係に参ります。まずはこの牡蠣からいこうかな。で今ここにもう一個増えてるこれなんですけど、ご紹介し忘れてました。こちらが平木の貝柱ですね。多分正式名称平貝やったと思います。福岡ではねこれ平木って言うんですよ。ちょっとこれも今回加えていきます。それではこちらも張り切って参りましょう。まずはこの牡蠣のむき身に片栗粉で優しくもみ洗いして、まずは表面の汚れ落としですね。
でこれ正直しなくてもいいっちゃいいんですけど、今回揚げるので。ただこの牡蠣が汚れてると今回の揚げ衣とか油が黒く汚れちゃうので、個人的にはこれした方がいいのかなと思う派です。てかなんかやりづらいと思ったらこのお酒忘れてた。そしたらあとはこの水が濁らなくなるくらいまでお水ですすぎ洗い。そうしましたら、天ぷらってこのネタの中の水分、これが多すぎるとカラッと揚がりづらいので、しかも今回は剥きたての牡蠣じゃなくてスーパーのパックに水と一緒に入ってる剥き牡蠣なんで、多分結構水を含んでると思うんですよこれ。なのでこのペーパーの上に取ってこの余分な水分はよーっと切りながら、ちょっとだけこの牡蠣の中の水分を抜きます。あとはこのまま冷蔵庫。そしたらお次が平らぎ。そしたらまずこちらの平らぎはここのところの薄皮だけ軽く取ろうかな。これだったらだいたい3分の1ぐらいにこういう感じで切ろうかな。もしお刺身にするんであれば、これ見えるかな、ここのとこ白くなってるところ、ここちょっと歯触りが悪いので、ここは包丁でこういう感じでひっぺがしてあげて、あとはここの取っかかりでこの皮をピーッと取り残した箇所も丁寧に丁寧に。あとはこれを食べやすいように薄くスライスしていけば完成。個人的にはスーッと引くよりこうなみ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 っとズックリームさざ波切りでちょっと凹凸ができるように切る方が僕は好き。どうせ今回天ぷらにしちゃうからあんま関係ないんですけど。ビール深い。そうしましたらお次がマグロ。ちなみにこちらは前回の動画とは全く関係ないやつですね。今これで寝かしてだいたい5日目ぐらいかな。やっぱ表面がちょっとね色が変わってきちゃうんですけど、ちょっともったいないけどここはトリミング。お寿司屋さんのマグロとか高い理由これなんですよね。マグロを熟成させてこうやって表面が色が変わったとこをそぎ落としちゃうから、どうしてもね食べれる分が少なくなっちゃうんですよね。でも決してここ傷んでないので、ただ色が変わってるだけなので、今回はこちらも天ぷらにしちゃおう。そしたらこういう向きに入ってる繊維に対して垂直になるように刃を入れて、切り身とまではいかんけどお刺身よりは分厚いぐらい、今日そんぐらいに切っていこうかな。ではこれにて海鮮関係のネタの仕込み完成。それではですね、ここまでが前置きになります。ここからがいよいよ本題ですね。冒頭でお話しした天ぷら粉がこれなんですよ。天ぷらサクサク任せて粉で、これ業務タイプって書かれてあるんですけど、業務用スーパーで普通に僕らも買えるみたいです。もうこれねすごいっすよ。サクサクはそうなんですけど、揚げて時間経ってもずっとサクサクなんですよこれで。一応僕のこれまでの天ぷら遍歴で言うと、一応僕も小麦粉、片栗粉、生卵、そして冷たいお水、ここらで作るプロの方が作ってる天ぷら粉、それの真似事じゃないけど頑張ってはみたんですよ。ネタごとに水分量を変えたりとか、あと小麦粉のグルテンが出ないように箸で混ぜるんじゃなくて、ダマが残る程度にこういったものでこう叩きながら混ぜてみたり、いろいろとやってはみたんですけど、揚げたてはまだカリッとサクッとしてくれるんですけど、これ時間が経つとしなっとどうしてもしちゃうんですよね。だからこれまでいろんな市販に売られてある、天ぷら粉、あれをずっと使ってたんですけど、今回こちらを自分で使ってみて、もしお店と同じぐらいサクサクカリカリに仕上がるんであれば、もうしばらく僕これに落ち着こうかなと思ってます。そしたら早速こちらを使って衣を作っていきましょうか。そしたらまずこの裏面の記載通り、任せて粉 1kg に対してお水を 1.4 リットル。んでこれダマがなくなるくらいに結構溶いていいみたい。普通ダマが残るくらい寝とくんですけどね。んで今回仕上がりとしては結構シャバシャバを目指します。薄い衣が僕好きなので。で今ジャスト 1.4 リッター入れてみたんですけど、もうちょっと緩くてもいいかな。こっからは微調整で。いいね、こんぐらいが好き。
そしたらこれで天ぷら衣の下準備終了。そうしましたらお次が衣と同じくらい大切な油ですね。でこの油に関してお店の油というかプロの方が使う油、あれ僕ごま油 100% ってのは知ってたんですよ。ただ僕ずっとこういうタイプのごま油と思ってたんですよね。焙煎してあるタイプ。でもあれらしいですね。同じごま油でも茶色じゃなくて白、こっちのごま油。でも確かにそうよね。これ 100% で作ったら確かに味濃くなるもんね。なので今回はこちらの太白ごま油をたっぷりとご用意いたしました。結構いいお値段しましたね。でお店によってこの白いタイプのごま油 100% で使われてるお店もあれば、この真っ白いやつを7に対して茶色いのを3加えたりとか、なんかブレンドされてるお店もあれば、結構お店によってもまちまちなのかなと思います。まあお好みの油のチョイスをということで、そしたらいざこちらの白ごま油をどんどん注いでいきましょう。これにて超ラグジュアリーな揚げ油の準備完了。お値段的にはこれでうん千円ですね。とりあえずこれで準備完了。したらあとはもうお皿に盛り付けて向こうの実食部屋に持っていけば終わりなんですけど、ちょっとその前に今回のアスパラの茎とかバラバラになった舞茸とかうどの皮とか平木の薄皮とか、ここら辺でまずバッとバター醤油炒め作っていきましょうか。でちなみに大根の皮はもうすでにお味噌汁になりました。そしたらまずはフライパンにオリーブオイル、ここから先は皆さんの思考回路を切ってください。細かいことは気にしない。強いて言うなら火の通りにくそうなアスパラの下のところとうどの皮、ここら辺から先に炒めようかなぐらい。まずはさっと炒めて、であと舞茸、アスパラとホワイトアスパラの皮、平木の紐で軽くお塩とブラックペッパーでガーリックパウダー、ここでバター、バターが溶けたらお醤油ちょこっとさっと炒め合わせればごちゃ混ぜガーリックバター醤油炒め完成。なんだかんだこういうのが一番美味しいよね。そんならばいよいよ盛り付けに入りましょうか。これにて天ぷら盛り合わせ完成で、今回のお味はまず1個がお塩で、天つゆと薬味としての大根おろしと生姜、あとはうるいを添えて、はい、これで天ぷら盛り合わせ春バージョンの出来上がりです。では実食編へゴーというわけで無事に完成しました。春で、今回もまた最後の締めという形でご飯をよそってきますんで、その時に大根の皮の味噌汁とかそこら辺も持ってこようかな。そんならば早速いただきます。うまっ。で先ほどこの油火にかけまして、今ね温度が60度ぐらいかな。だからもうちょっと時間かかりますんで、ちょっとその間にこのうるいとか、あとはバター醤油炒めとか、ここら辺いきましょうか。そしたらまずこちらのうるいからいきましょうか。うまいな。春って感じがするわ。今回初めてごま和えしてみたんですけど、ごま和え合うね。っていうかこの茎の白いところ、ここのシャリ処理感と、あと湯がくとほんのちょっとだけこうねとっとねばっとするんですよね。その舌触りがすんごい小気味よい。続いてガーリックバター醤油炒め。したらまずはアスパラの下の方、うまいけど結構繊維強いかも。もうちょっと炒めてもよかったかな。でも味は美味しい。んでうどの皮、ちょっとえぐいかな。アク抜きが足りんかったかもしれん。
バター醤油炒め完食。もう舞茸とかそういったところはもう間違いなくというか問題なく美味しかった。ただもう間もなくこちらもね、温まりそうなので、そろそろこちらも準備に入りましょうか。んで、今回、下衣全く売ってないんですよ。一回下衣なしで揚げてみて、もう衣がベリンベリンに剥がれるようであれば、もうこっちで下衣を売って揚げようかな。そしたらまずは季節感関係なしにして、僕の一番好きなナス。で、今回このナスと、あと菜の花、つぼみの花っこりとか、ここら辺は僕邪道な揚げ方をします。そしたらまずナスはこっちの白い方の実の方。こっちに重点的にべちょっとつけて、余分な液は縁でしっかり落として、そしたらこれを170度の油にポン。入れたらすぐ僕はこれをゆすります。おおよそ1分でひっくり返して、泡が小さくなってきたら引き上げ、先端を油にちょんとつけて油を落としたら最後パッパ、先端ちょん、最後パッパ、こういう揚げ上がり。そしたらまずは天つゆで、もうバカほどうめえ。やっぱナスうまいな。やっぱ衣がサックサクっちゃうねこれで。基本的にね、天ぷらって一回ゆっくりと落としたらもう静かに上がるのを待つんですけど、基本的に触るのは裏返す時の1回だけ。でも今みたいに入れてすぐこうわーって振ってあげると余分な衣が飛んですごく薄く上がるんですよ。だからすぐ衣がカリッとなってくれて、でなおかつ重たくないっていう邪道かもしれませんけど、でも結構おすすめ。で、この揚げ方、かなり揚げかすが飛びますんで、結構頻繁にすくってあげてくださいね。そんならば続いて、菜の花に衣つけて、170度の油に、ほい。ちょっと温度が高かったですね。で、だいたい30秒くらいで OK。いい感じに上がってくれましたね。こちらも天つゆにつけて、うんまっ。この優しい苦味がいいよね、菜の花って。あと緑の香り。春って感じがするわ。いやもうほんと最高の贅沢。そしたら続いてアスパラ。このアスパラに関しては揺らさず静かに。でもやっぱあれですね、一人で食べながら揚げながらやりながらってなかなか温度管理が難しい。望むところや。結構いい感じに上がったんじゃないですか。意外と打ち粉いらんかったっすね。うわ、みずみずしい。もうアスパラジュースがすごい。で、根元の方はしっかりと芯があってね、なんだろうね、頼もしい。で、それと比べて穂先の方は、すごーく優しい。全然繊維を感じないね。じゃあ続いてホワイトアスパラガス。もう全然癖ないね。こんだけお上品な味やったらこれお塩でも美味しそう。お塩にちょっとつけて、うまいね。めんつゆも美味しいけど、でも塩もいいな。でもやっぱ塩の方がこのホワイトアスパラガスのお上品な甘さとか香り、そこがわかるかな、ちゃんと。でも両方とも美味しいんやけどね。じゃあとりあえず僕はここから一番好きなナスと、あと菜の花、この2つでちょっと飲もうかな。なので一旦僕黙ります。
このでっかいベーナスに関しては片面1分30秒1分30秒の計3分ぐらいかな。存在感がすごい。そしたらここら辺でタラの芽、つぼみな、うど、ここら辺の春の息吹をいきましょうか。じゃあまずタラの芽は僕の場合この穂先の方だけつけてこうやって揚げるのが好き。揚げ時間は170度で1分ぐらいで、つぼみ菜は全体にバチッとつけて、これもちょっと振りながら入れようかな。揚げ時間としては170度で1分から1分半。つぼみ菜でちょっと揚げ方の比較、向かってこちら側が静かに入れた方で、こっちが入れてすぐにバッと振ったもの。見た目的にはこっちの方がね断然いいんですけど、バッと振ると衣が荒ぶるんですよね。でこの荒ぶったところがカリッカリになるんですよ。じゃあまず綺麗なやつ。うまいな。続いてこっち、衣を荒ぶらせたやつ。今音の違い聞こえましたかね。断然荒ぶってる方がカリッカリっていうね。てかそれ以上につぼみ菜がうめえ。少しだけほろ苦くなってんでホクホク感が強くなったブロッコリーの茎。いや超うまいわ。そうしましたら本日のメインディッシュ、タラの芽。もう今日食った中で一番うまい。やっぱ山菜の王様よね、タラの芽って。もうこの時期結構スーパーに並んでますんでね、もしねご機会がありましたらぜひ。塩も天つゆも両方ともうめえ。んでやべ、忘れてた。うど、タラの芽とつぼみ菜に夢中だった。でこっちの脇の茎の方は先端だけつけようかな。これは揚げ時間30秒ぐらいで。そしたら早速いただきますか。じゃあまず茎。うまいね。揚げちゃえばアクもほぼ感じないですね。でも相変わらずうどのこの香りすごいな。でも食感としてはもうホクホクで柔らかいし、そんな嫌な苦味じゃないし。でここよ、ここ穂先のところ、ここがうまいんですよね、天ぷらにすると。香りが全然ちゃうもんね。うまいな。んで脇の茎、ここに関してはもうこの繊維質の食感を楽しむ感じよね。そしたらあと残りの具材たちもいきましょうか。この花っこりは先端だけつけて、揚げ時間は170度で30秒ぐらい。もう一瞬でカラッとなりますんでね。もうね、何本かを束にして、で食べやすいように半分にポキポキっとして、でこの一塊にしたものを天つゆにドボン。このほろ苦さと軽さがたまらん。あかん、これマジで無限にいけるやつやわ。そしたらあとは安定感抜群ないい子ちゃんの舞茸。もうこの優等生と問題児のバナナ。
よっしゃ、行ってこいバナナ。一体これはどんぐらい揚げたらいいんですかね。でもなんかね、2分くらいで打てそうな気はするんですよこれ。よし、では舞茸から。あー、うまっ。もう舞茸の香りドゥン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 。そしたらいよいよバナナ。これをお塩でいこうか。焼きバナナ、料理用バナナっていう感じしないかな。生で食べた時に感じた繊維っぽいもの、あれは感じなくなって、んで熱が加わってより香りが立って、で甘さもグッと増して、いやこれめっちゃ美味しいわ。そしたらもうそろそろ海鮮関係、残ったお野菜は最後の締めに使います。そしたらマグロからいこうかな。で今回こちらのマグロは薄い衣というよりしっかりと表面コーティングしてあげて、このマグロの中の水分とか油分とかそういったものを守ってあげる感じで。そしたらまだあったかいうちにうまい。うまいけどすごくオイリー。重いな。美味しいんやけどね、ふわふわで。でもあと20年後、30年後、多分これを食べたら僕は一発で胃もたれするんだろうなっていう感じ。そしたらお次こちらの牡蠣。そしたらこちらの牡蠣も先ほどのマグロと同じような揚げ方で。でこの牡蠣の天ぷらは天つゆとかでもいいんですけど、ちょっと贅沢します。今回ここにキャビア乗っけちゃう。こういった感じで。でここにトリュフ塩。いただきます。よし、牡蠣の勝ち。トリュフもフォアグラも何も味がせん。あれおかしいな。僕が前食べたやつお店ですごい美味しかったんやけどな、自分で作ったらなんか微妙。断然こっちがうまい。そしたら最後がこちらの平木ですかね。うわ、めっちゃうまそう。待って、めっちゃうまい。これいい平木やわ。もうこれはね、飲まなきゃいけないと思う僕。これは日本酒よ。純米大吟醸玉の光。今日は冷酒ですね。軽やか。優しい。めっちゃ優しいこれ。てかやや辛口って書いてあったけど、そんなに辛口な感じしないかな。ちょい甘口ぐらい感じるかな。よっしゃ、一応これで海鮮関係もおしまい。今こっちに残ってるのがナスと花っこりと、つぼみがタラの芽、甘長唐辛子、舞茸。ここら辺を揚げて丼にしましょうか。はい、無事に揚げ終わりましたら、ここでご飯セット。ここにまずは天つゆ。本当の天丼ってね、もっともっと濃いタレっていうんかな、詰めたやつを使うんですけど、今回即席版ということで、それあとは思い思いに天ぷら乗っけて、はい、もう一丁天つゆ。そうです、今回衣しなしな派です。でここにお味噌汁添えて、で飲み物も追加して、じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。
うまかったね。満足。それにすぐうまかったな。まずこの太白ごま油。これね、結構頑張ってくれましたね。あんまり酸化しない。透明というかすごい綺麗というか。この油は結構長持ちしそう。ちょっとハマりそう。で、今回の天ぷらのネタというか具材に関してはそこまでお伝えすることはないんですけど、やっぱこっちをね、天ぷら粉の任せてこ。これやっぱええわ。油で揚げてからちょっと時間が経っても全然サックサクのまんま。ただ僕がこれまでずっと使ってきてた、日清製粉さんのコツのいらない天ぷら粉、揚げ上手ってやつ。あれで揚げたものと目隠しして食べろって言われたら、多分ね、僕わからんと思う。両方とも美味しいけ。やけんね、業務用スーパーまで行って、この天ぷら粉を買うか、近くのスーパーでコツのいらない天ぷら粉を買うか。どっちかって言われたら、僕はコツのいらない天ぷら粉を買うかな。これがまあ普通のスーパーとかでも売っときゃないんやけどな。この天ぷら粉本当に美味しいので、もしね、ご機会がありましたら、ぜひ。それでは今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。